はい、皆さんこんにちは。レトギビーキです。おそらくこちらの動画が2024年の最後の動画になるかと思います。今年もたくさんご覧いただきましてありがとうございました。今年最後の動画は、先日群馬県の高崎市に行ってきまして、レトロゲームを買ってきましたので紹介していきたいと思います。こちらの群馬県の高崎市なんですけども、もう全国で有数のレトロゲームの街なんじゃないかなと思うくらい、レトロゲーム買えるお店がすごくたくさんありまして、すごく小さい範囲にギュギュッと、買えるお店が集まっていて、すごくレトロゲーム好きにはたまらない街なんですけれども、お値段も手頃なものが多くて、ついつい財布の紐が緩んでしまいました。それでは早速購入してきたものを紹介していきたいと思います。はい、それでは駿河屋高崎大場店で購入してきたレトロゲーム紹介していきたいと思います。まず1点目はこちらです。ゲームボーイ用ソフトポケットモンスター赤です。購入金額は1900円でした。こちら正直見つけた時はびっくりしましたね。もう最近箱付きのポケットモンスター、初代のポケモンだいたい安くても 4,5,000 円はするんじゃないかなと思うんですけど、こちら1000円台で箱付きがあるなんてちょっと正直びっくりしました。ただ説明書が欠品って書いてありますので、ちょっと中身どのぐらいの状態なのかも合わせて見てみたいと思います。はい、今フィルムを剥がしました。まず箱の状態から見てみたいと思います。表面は割と綺麗なんですけど、側面は、結構若干の潰れがありますね。側面両方とも割とギュッと潰れたような跡があります。で、こちらシールが直接貼られてますので、ちょっと後でじっくり剥がしたいと思います。じゃあ中身を見ていきましょう。はい、ちょっと耳が結構ボロボロですね。はい。で、やっぱり記載があったように説明書は入ってないようでした。で、こちらのプラスチックのケースなんですけども、ちょっとこういったひび割れがあったりするんですが、ソフトはしっかり入っておりました。ソフト自体はすごく状態がいいですね。今ソフトだけでも高いところだと全然1000円以上はするところがほとんどだと思いますので、箱付きで1900円はすごくお得に買えたんじゃないかなと思います。はい、そして駿河屋で購入してきたもの2つ目はこちらのゲームボーイ用ソフトポケットモンスター金です。購入金額は1400円でした。こちらもまたびっくりの価格でちょっと二度見しちゃったんですけど、かなり箱の状態がいいんですよね。本当に割とピシッとしていて、これで1000円台はかなり安いんじゃないかなと思います。で、こちらも先ほどのポケットモンスター赤と同じく説明書が欠品しているので、ちょっと中身も確認していきたいと思います。はい、今フィルムを剥がしてみました。全体的な状態はどうでしょうか。ここはだいぶぺっこりへこんだような跡があるんですけど、サイドがものすごく綺麗です。ピシッとしていて、はい。で、裏面は同じく結構べっこりとへこんでますね。で、シールが直接貼られちゃってます。で、相場的には説明書付きで3000円以上、4000円ぐらいだと考えると、そんなに、1400円でもすごく安いかなとは思うんですけど、説明書がないって考えるとそこまでではないのかもしれません。
じゃあちょっと中身見てみたいと思います。はい、やっぱり説明書は入っていませんでした。でプラケース、こちらは割れがなくて、ちょっと割れてますけど、でソフトはこのような状態ですごくいい状態かなと思います。はい、駿河屋で購入してきたもの3つ目はファミコン用ソフトドラゴンクエスト4です。購入金額は300円でした。こちらは駿河屋のアウトレットコーナーで購入しまして、こちらの箱付きのドラクエ4もう300円は相当安いんじゃないかなと思います。こちらに説明書欠品と書かれてますので、説明書は入ってないと思うんですが、ちょっと中も見てみたいと思います。この辺はちょっと開けるのが怖いくらいちょっとボロボロの状態ですね。でもちゃんと耳はついてました。どうでしょうか。そうですね、やっぱり説明書は入ってませんね。でもこちらのはがきが入ってますね。これは嬉しいですね。こういったファミコンの注意書きですとか、このメモリバックアップの注意説明書ですとか、あとはがき、これは嬉しいですね。逆にこういうのがなかなか手に入らなかったりしますので、これはすごく良かったかなと思います。でソフトもすごくラベルも綺麗ですし、これで300円はすごくお得だったんじゃないかなと思います。はい、次にご紹介するのはバンダイ書店高崎店で購入してきたゲーム紹介したいと思います。購入してきたものはこちら1点だけ購入してきました。それがこちらですね。はい、ワンダースワン用ソフトスーパーロボット対戦コンパクト1です。購入金額は800円でした。はい、ということで、ワンダースワンのソフト今すごく全体的に高くなってるんですけど、こちらのバンダイ書店、高崎店、私は本当全国でもう5本の指に入るくらい好きなお店なんですけど、もう全体的に安いんですよね。相場がもう都心の値段よりも本当に何割か安い値段ですごく毎回行くたびに驚くんですけど、その中でも特にこれはというところで、こちらを購入してきました。普通に買ったら多分2、3000円はするくらいだと思うんですけど、ブリスターの状態不良と、パッケージの状態不良ということで、この値段だとは思うんですが、ちょっと中身も見て、説明書が入ってるかどうかもちょっと確認してみたいと思います。はい、今フィルムを剥がしてみました。もう箱は割とこうべっこりとへこんではいますけども、中身はどうでしょうか。ちょっと開けてみたいと思います。はい、このブリスターが状態不良っていうのはこちらの内箱のことですかね。こちらもべっこりと割れていまして、まず先にソフトですね。ソフト見てみたいと思います。はい、どうでしょうか。ソフトは比較的綺麗な状態かなと思います。ちゃんとケースもありました。そしてはがきですね。これも嬉しいですね。はがきとちゃんと説明書が入っていました。やっぱりこう説明書を見るだけでもすごくやっぱりワクワクしますからね。やっぱりあるのとないのでは全然やっぱりこう違いますね。
気持ちが。はい、ということで説明書はしっかり入っておりました。はい、続いてハードオフ高崎高関店で購入してきたもの、それがこちらの PSP 用ソフトパプリカです。購入金額が550円でした。はい、こちらは PSP で見られる映像作品ですね。映画を PSP で見れるこの UMD ビデオという企画のものになるんですけども、でこちらのパプリカ、私すごく好きな映画でですね、ビデオも持ってるんですけども、この UMD で持ってなかったのでちょっと買ってみました。本当に名作で、本当に不思議な世界観で、何回も見てるんですけども、ぜひ見たことない方は、ぜひ見てほしい、映画なんですけど、これが気軽に、PSP で見れるということで、すごくいいかなと思って買ってきました。はい、そして購入してきたもの、最後はブックオフプラス高崎上大類店で購入してきました、スーパーファミコン用ソフトのロックマン X です。購入金額は990円でした。はい、ということでこちら最後の紹介になるんですけど、ロックマン X の箱付きで990円、これはもう激安だと思いますね。ソフトだけでも1000円するところあったりしますので、これで1000円以下っていうのはすごく安いと思うんですけど、ちょっとからくりがありまして、もう上がないんですね。蓋がべっこりなくてですね、で裏に落書きがこれでもかというぐらい入ってます。これパスワードなんでしょうけどね。なのでこれを入れたらどこかステージに多分入れるパスワードだと思うんですけど、そういった意味で、かなりお安い、箱付きとなってます。で説明書がないって書いてますので、多分中身には入ってないとは思うんですが、ちょっと中身も念のため見てみたいと思います。はい、今フィルムを剥がしました。ちょっともう蓋がないのでこうやって出せるんですけど、出してみたいと思います。おっと、これは嬉しい誤算がありましたね。説明書がなんとついておりました。説明書なしと書いていたんですけども、説明書がなんと入っていました。こうやってセロハンテープですごく補修の跡があったりですとか、こちらにもパスワードが書いてるんですが、ちゃんと入っていました。これは嬉しいですね。やっぱあるのとないのでは全然違いますからね、こういったものは。はい、中身は表紙に比べるとそこまで痛みはないかなと思うので、ちゃんと読めますね。はい、そしてソフトこれまためちゃめちゃ綺麗ですね。あんなにパスワードが書いてる人が、ソフトに落書きをしないっていうのもすごいですね。はい、状態すごくいいので、これはいいロックマン X が買えたんじゃないかなと思います。はい、というわけで今回は群馬県の高崎市で、購入してきたレトロゲーム紹介させていただきました。今年最後の動画になるんですけども、本当に皆様、動画たくさんご覧いただきまして本当にありがとうございました。来年も、レトロゲームいっぱい買っていきたいと思いますので、来年もどうぞよろしくお願いいたします。